皆様こんにちは。今回は車のエンブレムを誰でも簡単にマットブラックにスプレー塗装する方法をご紹介します。たまにドライブしてると車のエンブレムがマットブラックに塗装されてる車見たことあると思いますが、マットブラックの見た目めっちゃかっこいいけどどうやって色を塗ったんかなとか、エンブレムを外して別のものに交換したんかなと疑問に思った方多いと思うんですが、今回ご紹介するやり方はエンブレムを外す必要がなく上からスプレーするだけの超簡単なやり方になります。今回エンブレムの塗装に使うものはラバースプレーです。スプレーと聞いて初心者じゃ絶対無理やわと今思った方多いと思いますが、安心してください。僕のスプレー塗装歴は小学生の時に1回だけミニ四駆のレースティンガーを塗っただけですが、それでもこのレベルでめっちゃ綺麗に塗装できたのでマジで誰でもできます。そもそもラバースプレーってなんやねんという話なんですが、簡単に言うとスプレーして後から剥がせるやつですね。普通のスプレーって一度拭いたら一生色が取れないので失敗できないんですが、ラバースプレーは乾けば塗ったところがゴムみたいになってこんな感じで剥がれるようになります。またエンブレムの周りから自然となぜか綺麗に剥がれるので、エンブレムの形に沿ってマスキングテープで保護する必要も一切ないのでバリ簡単です。またタオルでこすると消しゴムみたいな感じで塗ったところが簡単に落ちるので、失敗しても後から気軽に剥がせる失敗しないお手軽スプレーです。ラバースプレー自体はお近くのジャンボ園長やコーナン、カインズなどのホームセンターに行けば売ってます。買いに行くのがめんどくさい人は Amazon が安定ですね。値段は600円ぐらいです。今回車のエンブレムを塗装するにあたって他に必要なものは、車のボディを保護するテープがついた養生シート、マスキングテープ、焼き鳥の串、脱脂用のシリコン、この4つがあればできます。どれもホームセンターに行けば塗装コーナーで全部揃えます。この養生シートは400円ぐらいですね。マスキングテープは300円ぐらいなので、スプレーと養生シートとか全部買っても2000円いかないぐらいなので、だいぶ安く車のエンブレムを塗ることができます。ちなみにマットブラックに塗装済みのエンブレムとか探せば Amazon に売ってますが、エンブレムを車から一度剥がしてまた貼り付けるときにエンブレムが傾かずに綺麗にまっすぐ取り付ける作業は今回のラバースプレーと比べると圧倒的に手間なので、僕はラバースプレーをおすすめします。参考までに僕はだいぶ昔にフロントのスズキのエンブレムを剥がして Amazon で買ったマットブラックのエンブレムを貼り付けたことがあるんですが、その時にエンブレムを剥がした後のノリというか両面テープ跡をきれいに剥がすのに1時間ぐらいかかったので、エンブレム交換は正直しんどいと思いますのでラバースプレーを使う方がいいと思います。それでは早速車のエンブレムの塗り方をご紹介します。まず塗装する前に車を整理します。特にスプレーする予定のエンブレム周辺は丁寧に洗った方がいいと思います。エンブレムはこういうブラシ使うと洗いやすいですね。洗車が終わったらタオルで拭き上げて少し乾燥させてからいよいよラバースプレーしていきます。塗装に入る前に塗りたいところ以外をホームセンターで買っておいた養生シートで保護していきます。緑のテープを貼ってビニールを伸ばしてその先をマスキングテープで固定。ここで大切なのが、スプレーって思ってるより広範囲に飛び散るので全体的にシートで保護してないといらんところに塗料が飛んで後からタオルで拭き上げる無駄な作業が発生するので、初めから全体的に保護してください。僕はこれぐらいでいけると思ってスプレーしたんですが、ちょうどこの辺トランクの下ら辺にスプレーが飛んで後からタオルで拭いて取ったので、これからやる人は養生シートケチらずに全体的に保護してください。思ってるより結構広範囲に飛びます。一通り養生シートでエンブレム以外を保護できたら次にシリコンオフでエンブレムの表面を脱脂していきます。これすることで塗装のノリが良くなるのでちょっと細かいですがエンブレムを脱脂します。脱脂が終わればスプレーかけますが、スプレーする前に30度ぐらいのお湯を用意してその中にスプレー缶本体を入れて温めてください。そうすることで塗料が滑らかになってさらに塗りやすくなるそうです。説明書に書いてました。温めが終わったらいよいよスプレーしていきます。まず1回目なんですが全体的に薄く塗ります。初めからがっつり塗るとダメなので今見た映像よりも薄くでいいと思います。薄く全体的にスプレーしたら5分から10分ほど乾燥させます。乾燥したら次に2層目をスプレーします。そしたらまた10分ほど放置して3回目、
こんな感じでスプレーして乾燥させてを合計で 4,5 回繰り返します。一度に多くスプレーすると塗料が垂れてくるので、薄くスプレーして塗り重ねる感じで大丈夫です。5回ぐらい塗り重ねたらそこから10分ほど放置します。10分放置してから触ってみて、スプレーしたところが乾いてそうなら養生シートを剥がしていきます。シートを剥がすと自然とラバーペイント自体も一緒に剥がれるので、ゆっくりと剥がせばエンブレムの形に沿ってある程度剥がれていきます。お、すごい。何これ、やばー。すごいすごいすごい。人生初のラバーペイント剥がしでしたが、ビビるぐらい簡単でしたね。養生シート剥がすだけで8割簡単です。めっちゃ綺麗やん。何これ。あとはエンブレムの隙間のところとかに残ったラバーペイントを焼き鳥の串とか爪楊枝で取っていきます。これも簡単で、串で引っ掛ければ取れるようになっているので綺麗に取っていきます。エンブレムの形に沿ってなぜか綺麗に切れるようになっているので、ひたすらいらないところを取って完成です。動画で見てみると結構簡単そうに見えたかなと思いますが、実際やるとだいぶ簡単なので小学生でもできると思います。ちなみに小学生の時にミニオンのレースティンガーを塗装した時はめっちゃ塗装汚くなった思い出しかないんですが、そんな僕でもだいぶ簡単にめっちゃ綺麗に塗装できましたし、もし失敗しても剥がしてやり直せばいいだけなので、ぜひお時間ある時にエンブレム塗装してみてはいかがでしょうか。ちなみに僕の車はガラスコーティングしているんですが、全く問題なく塗装できました。ラバーペイントに必要な道具一式は動画の下にある概要欄に全て書いておくので、それ参考に揃えてください。ホームセンターの塗装コーナー行けば必要なもの全部揃います。行くのが面倒な方は Amazon で買ってください。ちなみにマットブラック以外にもこれだけの色があるので、好きな色を選んでください。やり方は全部同じです。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ何が必要か参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツや洗車やおすすめの車グッズなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたらぜひチャンネル登録お願いします。なんかあれば基本的に全部のコメントに返信しているので、ぜひコメントで聞いてください。以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。